どうも、クピオです。今日はですね、DIY 軽キャンピングカーのキッチンと家具の最終仕上げしていきます。ようやくキッチンまで来ました。焼肉できるようにレンジフードをつけてビルトインコンロを作ります。もう間もなく理想の一人使い軽キャンピングカーが完成します。最初に内装の内張り剥がして、この断熱材を入れて、リチウムバッテリー 600Ah 搭載して、そしてこの家具左側をスライドレール対応して、こんな感じで収納を増やしました。ここにダクトをつけて空気を排出する予定なんですけど、こんな感じで出入り口なんですよね。なので頻繁にドア開け閉めしますんで、このダクトをすぐワンタッチで取り外しできるようにしないといけません。当初考えていた USB のファンで窓にはめてウィーンって開けて固定して、車種泊の定番の換気扇作ろうかなと思ったんですけど、やはり手間がかかります。いろいろ Amazon で買いましたんで、実験して試行錯誤しながら理想の軽キャンピングカーに仕上げます。まずはキッチンの土台となるここに台を作ります。これがもともとこのマイクロバカンチェスにあった土台と、このソファーマットですね。こんな感じでついていました。この台、こことここに空気の取り込み穴があります。というのも、最初は冷蔵庫のコンプレッサーがここに内蔵されていました。もう取っ払ったので収納にしたいと思います。そしてここですね。これ台みたいな感じでちょっと出っ張ってるんですけど、これはベッドを延長するときにこんな感じでここに置けるようになってます。なのでここ延長マットの台は残しておきたいと思います。このぐらいまで高さ欲しいですね。なので上側を作ります。で、一応頭の中ではここに IH 調理器ですね。ここに一つ入れて、で、ここガスコンロをこのスライド式で作れないかなと思います。そしてこの上ですね。レンジフードを作って、で、USB ファンとか埋め込みして、ダクトをこの中通して窓に出します。で、ワンタッチで取り外しができるようにします。あとキッチンに求めるのは収納と排水ですね。料理の排水や歯磨きの排水などタンクを作ります。こんなにもわがままな装備詰め込めるでしょうか。一度やってみます。まずはもうこの台取っ払って大きい高い台に作り変えます。はい。台になる板2枚カットしました。一回合わせてみます。こんな感じの台にして、こちら側はスライドのガスコンロ収納、そして上には天板を置いて、で IH コンロ、こちら埋め込みます。ここで気になるのが台の高さです。結構高めにしたんで圧迫感はあります。低い方が開放的です。自分も低い方が好きなんですけど、でもここに収納があります。できるだけ収納は広く取りたいんで、ちょっと高さ増して、で、中の収納を大きく取ります。一旦これでいってみて、もし高すぎたらカットすればいいかなと思います。一旦元からあったネジの穴ありますんで、これを仮止めします。元々の台についていた、この床と板をくっつける取り付け金具のようなもの、こちらをつけていきます。はい。土台部分もがっつり固定しました。この中が結構もう手入って作業できたんで、スライドレールも取り付けるスペースありましたんで、もう固定しておきました。そしてここの台なんですけど、このソファーマット延長する台なんですけど、前の台についていましたんで、そのまま移植しました。やっぱりこの家具の右側できてくると、それっぽくなってきますね。完成が近づいてきました。この台は床にがっつり固定しています。で、こっちが空いてるんですけど、向こう側は左の台の方に固定しています。こちら側が内部ちょっとたわみますんで、もう天板つけちゃいます。天板は今回こだわりました。杉の一枚板。こういったものをヤフオクでいくつか買いました。これ全部で5、6千円ぐらいです。結構安かったです。テーブルの端はこちらの耳を使用して
車内に天然杉の雰囲気もエッセンスとして足していきます。この木を天板にします。ここはカットします。そしてこの IH 調理器、コンパクトタイプなので、ここに埋め込みます。切り抜いて、で、下は熱い空気が出ますんで、熱がこもらないように空間を確保します。そしてもう一つ、ここカットして、ここに折りたたみのテーブル作ります。こんな感じで展開できるようにします。こういった折りたたみ金具ですね。こちらを利用します。ではまず天板をカットしていきます。結構雰囲気も合いますね。ちょっと色が合わないんで、後でニスとか塗って、もうちょっと濃い色にして、木目も出して雰囲気合うようにしたいと思います。この角が結構鋭角だったんで、ヤスリで削って丸くしときました。ここもですね。そしてこのゴムのところを干渉しましたんで、ここも削ってちょうどはまるようにしました。でこの台の中はかなり補強を入れています。天板は最後までビス締めずに仮止めにしています。後で外して塗装やニスなど塗ろうと思います。IH コンロなんですけど、ここに切り抜いて埋め込もうと思ってたんですけど、ここの場所がですね、換気扇、レンジフードをつけた時にちょうどダクトがこの上通って干渉しそうでした。一応こういうダクトをつけようと思ってるんですけど、ここにファンつけてこう出そうと思っています。ここに設置して、なんか肉とか焼いちゃうともろダクトに匂いついちゃいますんで、IH 調理器はこのテーブルに埋め込むのはもう諦めて、このスライド式のガスコンロですね。ここ取り付けますんで、ここにガスコンロと IH 調理器両方取り付けたいと思います。自分的にはここに埋め込んで、もう平らにすればかなりおしゃれになるんでやりたかったんですけど、やっぱり思った通りにいかないですね。実際に作っていかないと細かいサイズ、干渉する場所などわからないもんですね。作りながらいろいろ変更していきたいと思います。で、次ですね、ここに折りたたみのテーブル取り付けます。これでかなり調理がしやすくなりました。お皿を置いて、ここで調理して、盛り付けなどもここでできます。この荒々しい木の耳が気に入っています。この後ろの支えてる板っていうんですかね、こちらはカットしてはめました。前ここテーブルなかった時は、この後ろの板が下までありました。このテーブルがあることにより、この後ろの板がはめれなくなりましたんで、ここをカットして、このテーブルの上に乗せてます。で、後でがっちりまた L 字アングルなどで固定しておきます。これでビス止めすれば上部もかなり強度あると思います。次はこのキッチンの要、スライドガスコンロ取り付けます。ここに 500mm のスライドレール、これロックされます。で、一旦引っ張ってロックするともうこれで動かなくなります。なのでかなり安全性も高いと思います。はい、頭の中ではこんな感じで、ここの両サイドにスライドレール取り付けて、で、真ん中は板にして、で、スライド引いて、その上にガスコンロと IH 処理器を設置します。ここの内側の幅が 315mm なんで、マイナス1センチの 305mm の板を作ります。ここの幅が315なんで、305の板を作ります。で、今回その板はスライドレールの上に取り付けます。というのもここをですね、レールが結構油汚れとかあんまりつくの良くないと思いますんで、カバーする意味で上につけます。なんでこの下は当て木を作ります。こんなイメージですね。上に木を乗せて、下が当て木。で、この横にスライドレール取り付けます。まずは当て木をカットして、もうスライドレール取り付けちゃいます。で、その上にもう乗せる感じで、
板を取り付けます。さあ、はまるでしょうか。よかった。入りました。問題ないですね。ここにロック機構があります。今回こちらは動きません。で、このレバーを下に下げると解除されてスライドが動きます。この伸びきった状態でもロックされます。もう動きません。これもこちらのレバーを下に下げると解除されて収納できます。ここのスライドレールだけガスコンロや IH 調理器など安全面を考えてロック式にしました。ここの上に板を乗せて、でこの上に IH 調理器、ガスコンロをセッティングします。今ちょっと思いつきました。今回このスライドレールロック式結構大きいんで、この当て木も高くなりました。で、傘があるんですよね。で、板乗っけて、ここがデッドスペースになりますんで、この下に板をつけて、ここ空洞できますんで、こういったクッキングシートやラップなどの長尺物収納してみます。こんな感じで、ちょうどいいですね。収納できそうです。お箸などもここいけそうですね。あとはもう簡単ですね。この上のキーと下のキーをカットしてビス止めします。それではこの2つの板、一旦置いてみます。上の板はこんな感じで設置予定です。この木の横幅は中の横幅より1センチくらい短くしました。なのでスムーズに出し入れできます。ここが少し出っ張ってますんで、ここで調理しても油もんとかの油跳ねや料理の汚れがスライドレールに飛び散りにくいと思います。で、下の板はこんな感じで下からビス止めします。これでここに収納ができました。クッキングシートも余裕で入ります。ここの板の留め方なんですけど、下の板はビス打てばいいんですけど、これ上結構ビス目立っちゃいますよね。せっかく天然のキーなんで雰囲気が損ないます。なのでここから斜めに打ってキーを止めます。ポケットホールジグ使います。はい、それでは下からビス止めしていきます。後で塗装しますんで仮で留めておきます。全部で4箇所ビス打ちました。で、少しだけこんな感じで出しています。で、これで合わせてで固定して締めていきます。はい、こんなもんですかね。では押さえて固定します。はい。では下のベニヤ板もビスでそのまま打っておきます。はい。スライドレールガスコンロ完成しました。こんな感じでもうワンアクションでカセットコンロと IH ヒーターが使えます。で、しまうときも一瞬です。これなら出入りもそんなに苦じゃないと思います。で、ラップやお箸など
料理中よく使うものはここに収納しようと思います。かなりアクセスいいので、料理中よく使うものとこの場所は相性が良さそうです。本来はこちらのキャンプ用のガスコンロ用意していたんですけど、IH がここ置けなくて、ここになったので、もうスペースがなくなっちゃいました。なんでカセットコンロにしました。最初の妄想では、ここにビルトインで埋め込んで、IH ヒーターはこの予定でした。結構かっこいいですよね。車内でもキャンプを楽しもうと思っていたんですけど、なかなかうまくいきません。やっぱり実際に作っていかないとわからないことばっかりですね。今回現場合わせが本当に多いです。もう一点予想外なのが、こちらの回転テーブルなんですけど、このカセットガスコンロセッティングしたままだったら、ここに当たっちゃいます。本当だったらビルトインコンロにするんで、もっと低かったんで当たらなかったんですけど、こうやって一旦引っ込めてテーブルを出すか。ちょっとこれは考えないとダメですね。こっちのテーブルもありますんで、もう回転テーブルを取ってしまうか、もしくは回転テーブル半分ぐらいの大きさにして、ここにちょうど埋めるかですね。できれば回転テーブルは使う方向で考えたいと思います。ここのクリアランス少し余裕あるように作りました。なのでこんな感じで油跳ねガードをここに置いたまま収納もできます。焼肉できる軽キャンピングカーが目標なんで、こんな感じで油跳ねガードも常時置けたらいいかなと思います。撤収もすぐ可能なギミックを思いついたら取り入れて DIY します。あとは走行中のこの移動ですね。これをなんとかしないといけません。ここのラップ系も絶対飛び出てきます。何か蓋をするか必要です。こちら側なんですけど、この2つを固定して使うとして、何か木の枠とかして動かないようにしてもいいかもしれません。この辺は実際に使いながら、本当にこの位置でいいのかとかも体感しながら作っていきます。次はですね、このコンロの下、キッチンの収納を作ります。ここもスライドレール取り付けて、こんな感じで引き出して使用します。ここはかなりスペースあります。もう軽自動車とは思えないぐらいのスペースがあります。フライパンや食器とかですね、あと食料とかも収納できるようにします。で、もう一点ですね、ミニシンクも作ります。一応今考えているのはペットボトル、車中泊時使用しますんで、その殻をシンクの排水にできないかなと思っています。やっぱり歯磨きとか車内で完結したいです。あとは処分ができない汁物とかですね、簡易的な排水タンク作ります。さあ、合うでしょうか。緊張の一瞬です。あ、いけましたね。スムーズに動きます。よかった。こちらのスライドレールはプッシュ式のスライドレールを取り付けました。ちょうど余ってました。かなり大容量の収納です。で、当初考えていたこの排水用のシンクなんですけど、ここにペットボトルを置いて、こういった上後っていうんですかね、これをはめて排水しようと思ってました。一応こっち側の収納とは排水と区別するように、こういった木の板も用意していました。こんな感じで分けようと思ってました。で、切り抜いて上後ですね、刺してシンクのように使おうと思ってましたが、実際ペットボトルをはめてみると、ちょうどですね、ここ下当たっちゃいました。なんでこれはダメです。でも予備で買っていたこのお米をペットボトルに入れる用の上後がぴったりはまりました。これ本来はこんな感じでペットボトルにはめて、でお米を
中に入れる用のジョゴです。で、このままだったら当たるんですけど、これ使い終わったらですね、一旦外して反対にします。で、再度閉めます。で、その上にこの蓋、専用の蓋ありますんで、これを閉めます。そうすると、この高さでもちょうど入りました。で、しかもですね、排水って車走行中結構漏れたりして心配なんですけど、これなら絶対に漏れません。で、使うときはこんな感じで一旦外して、蓋も外して、で反対付け替えて、で、ここに歯磨きの排水や調理中に出た排水、その他の水分など入れることができます。もうこんな感じで軽く切れ仕切って、で、こう、蓋するだけでいいかもしれません。で、このペットボトル排水のメリットなんですけど、この帰ってからですね、排水をもうジャーって捨てて、で、ペットボトル処分すれば洗わなくていけます。しかもですね、この2リッターのペットボトルのお水、この軽バンではよく使います。給水タンクはなしで、もうこのペットボトルで行こうと思ってました。どこでも手に入りますしね。使い終わったらそのまま排水タンクにできます。やっぱり排水タンクや給水タンクを清潔に保とうとすると、かなり掃除が必要になってきます。これなら毎回旅始まるときに新品に交換できますんで、タンク内も清潔に保てます。一旦これで使ってみて様子見ていきます。あとはこういった大きめのお皿やフライパンですね。こういうのも収納できます。かなりアクセスのいい収納なんで、こういった感じでペットボトルですね、入れてもいいかもしれません。よく使えますんで。これでキッチンはこのガスコンロと IH 調理器、こちらが一瞬で展開できるスライドコンロ、そしてその下はラップラードの長尺物で、その下に大容量の収納が確保できました。もう軽自動車とは思えないぐらいの収納が実現しました。思い通りにいかなかったんですけど、結果オーライという感じで思ってた以上の収納力は実現しました。これもともとは何もなかったスペースなんですよね。スライドレールのおかげでスペースを有効活用することができました。次はキッチン作りの最後の工程、レンジフードです。このキャンピングカーの家具作りの最後の設備ですね。このレンジフード製作は自分が軽キャンピングカーを作るときに一番大切にしていた部分です。今考えているレンジフードは通常の換気扇、よくあるここの窓に板をはめて、で USB ファンですね、取り付ける換気扇とは違います。料理に特化したこの上から据えるシステムにします。レンジフードの要、ファン、本当にいろいろ試しました。Amazon でもう合いそうなやつたくさん買いました。こういった家庭用の小型の換気扇。これは塗装用の換気扇です。これ結構良さそうでした。タッグ状で使えるタイプです。で、ダクトの途中に入れるファンです。あとは今回ですね、軽キャンピングカーを作るときにタイタンさんという海外のメーカーさんからファン使ってみませんかという連絡があったんで、一旦全部送ってもらいました。こういった吸気、排気両方できるタイプ。で、この2連ファンですね。こちらは自分の軽キャンピングカーインディ727でも使っているタイプです。こちらやこういった薄型のファンですね。いろいろ試してみましたが、結局今回この一番安い簡単なUSB ファンでいいんじゃないかなと思いました。というのもこういったキャンピングカー用の吸排気できる高価なファンだと汚れも気になりますし、壊れたからすぐ買い替えるというわけにはいきません。でもこういったパソコン用の USB ファンなら比較的安価なので、もう壊れたらすぐに取り替えできます。パソコン用の USB ファンの中でも DC12V で使える結構強めのファンを選びました。こちら一旦試してみます。また問題ありましたら違うタイプも使ってみます。ファンをつなげるこのダクトなんですけど、いろんなサイズがありました。10センチのタイプ、15センチ、20センチ、30センチ、いろいろありましたが、この軽キャンピングカーで使うならもう10センチ以外選択肢ありませんでした。もうこれ以上大きくなると結構取り回しが大変になります。なので今回はこの10センチのタイプを使用します。ダクトや USB の接合にはこのフランジというのが Amazon で売ってましたんで、こちらを使用します。当初 USB ファンはこの中ですね、ここにくり抜いて付けようと思ってました。ですが、ここじゃなくてもここに設置します。ここで調理して、真上に湯気や煙が上がって、でここから吸うような感じになります。なので、この場所は収納として使えます。また、スライドレールなど設置して、後で使い勝手いいように作りたいと思います。いろいろ妄想した結果、ここに箱のようなものを木で作って、USB ファン設置します。で、こう煙上がって、で、ここにプラダンとかですね、レンジフード、何か囲えるようなものを作って空気を吸い込みます。で、吸い込んだ空気はこのダクト通って、ここから窓に排出します。で、問題はこのダクトの取り回しですね。ここに USB ファンつけて、こう L 字に曲げて、こうまた L 字に曲げて排出します。で、これ脱着しますんで、伸び縮みするように製作します。この辺がうまくいくか、取り回しが少し心配です。
接合するフランジなど削らないといけないかもしれません。で、これ途中でですね、こういった弁があります。この空気吸うと、この弁が開きます。で、空気が止まると、こんな感じで弁が止まります。これ間にかましといたら、使用していないときは虫とかも入ってこないんでいいかなと思いました。では、早速作っていきます。まずこの手すりですね。これ使わないんで取っときます。この手すり M ブロックサイズなんで何か固定するのに後で使えそうですね。次、レンジフードの要、この PC ファンですね。DC12V で動くと思います。一旦動作チェックしておきます。ここに配線伸ばしておきました。12V のプラスとマイナスです。でもそのままこのプラスはプラス。で、マイナスはマイナスにくっつけます。かなり勢いよく回っています。ファンの途中にですね、このスイッチ、電源オンオフとプラスとマイナスで強弱変えれるスイッチ買いました。12V 用のスイッチ3980円ですね。Amazon でこういった DC ファン買うとおすすめで、これも皆さん一緒に買ってますよって感じで表示してくれます。これかなり便利ですよね。で、取説見たら線が3本出ていて、これがプラス赤つなぎます。で、この黒い方を USB ファンのプラスにつなぎます。そしてこの白ですね。これがマイナスのようなんで、ファンのマイナスとバッテリー側のマイナスと接続するようです。要はこうですね。サブバッテリーから来たプラスがここの赤の線とつながって、で、この白とファンの赤がつながります。で、このマイナスがですね、全部もうマイナスは一緒にくっつける感じです。はい、接合しました。じゃあこれスイッチオンにしてみます。動きましたね。かなり強力な風が出ています。この高周波みたいな音は、持ち上げたらなくなりますね。こことくっついてる音でした。スイッチはこっち側に取り付けて、で、このファンはこんな感じですかね。これで取り付けてみます。では、ファンやこのダクトスイッチを取り付ける箱、ここに設置します。で、ベニヤとか霧の板で軽めに作って、でここにもビスで留めていきます。じゃあ一旦箱作ります。結構大きいですね、これ。思ってたより一回り大きかったです。あとはこれ前面パネルをビス止めすれば完成なんですけど、一応リメイクシート明日着ます。この茶色の色と合わすようにしました。中結構スペースありますんで、しばらくこれで使ってみて、ちょっと邪魔だなと思ったらスペース削って小さくします。ここの PC ファンなんですけど、これを外に出せば半分ぐらいにできそうです。
ただですね、ここ平らにしたかったのはフィルターなどつけやすいようにしたかったからです。実際に煮炊きするとかなりファン汚れますんで、掃除しやすいようにフィルターはつけようと思います。で、この下がですね、結構暗くなりました。こっち側は照明あるんですけど、こっち側は光が届かなくなってしまいました。で、この照明と同じ照明1個余ってますんで、こちら、ここにつけて明るくします。かなりいい感じですね。明るくなりました。なんか狭かった感じもなくなりました。すごい勢いで風が出ています。やっぱり DC12V ファンなんでかなり強力ですね。で、次はここにですね、カバーを作っていきます。もうプラダンで作ります。はい、アルミのシート敷いたらもう完全にキッチンになっちゃいました。あとは窓のパネル設置します。はい、実際に窓パネル設置してみました。雨濡れる可能性ありますんで、後で防水ニスを塗って窓パネルは完成となります。とりあえず今仮で設置しています。防水ニス塗ったらですね、ここに強力な両面テープ貼って、もうがっつり固定しちゃいます。もう取れないようにします。で、これですね、今回2個ベニヤ使ってます。なんで間にですね、この網戸設置して虫も入らないようにしたいと思います。で、奥にちょっと見えにくくなってるんですけど、これがレンジフードの排気ダクトになります。これマグネットシートつけています。ここのレンジフードの排気ダクトをこれを取ります。で、ここにペタッとくっつけます。で、取る時もマグネットなんでもうすぐパッて取れて、こんな感じで一瞬で設置と撤収ができます。で、ちょっと見えにくいんですけど、こっちですね、ここにもマグネット設置してます。で、ここのフランジにマグネットシール貼っています。なんでこうやってこれで固定されます。めちゃくちゃ簡単です。こちら側は吸気の穴なんですけど、こんな感じで横に長くしています。というのもですね、ここの雨どいですね、雨よけあります。その中に穴が全部隠れてますんで、雨の日でも問題なく使用できます。レンジフードの排気ダクトも半分ぐらい雨よけかかってますんで、雨の日も問題ないと思います。先ほど作ったこのレンジフードの上の部分なんですけど、これの固定方法がここに手すりあったところですね。これを外して M6 のボルトで1点まず止めています。そしてここにですね、内装を剥がして断熱した時に何か使うかなと思って ULT フックみたいなのを設置していました。で、そこに今引っ掛けています。で、反対側、こちら側はこのダクトファンのボックスの上少し隙間開けていました。なのでそこにちょうどはめて固定しています。3点でがっつり固定されてますんで、走行中も問題ないと思います。ただこの辺は実際に走ってみないとわかんないので、後でまた走行してみます。で、気になるのが家具ですね。結構増えました。で、霧とかできるだけ軽量に作ってるんですけど、重量が気になります。後でゴミ捨てに行くときにゴミ処理場でも重量測っておきます。ただですね、まだソーラーパネルをつけていません。なのでソーラーパネルつけてからの方がいいかもしれません。これでほぼ完成しました。これが自分が思い描いてた理想の軽キャンピングカーです。あとはここのリメイクシート貼ったり、一枚板の塗装ですね。防水ニス。そのぐらいなんで、この設備系はもうこれで終わりです。実際の車中泊の流れとしては、まず車内に入ってから換気扇セッティングします。ここのダクトを引っ張ってくっつけるだけ。今の季節ならこの天井に溜まった熱い空気ですね。これを換気扇ですね。ここ高い位置にありますんで、これで吸ってもいいかもしれません。で、排気ダクトをセッティングしたらファンを回します。車内でお茶やご飯を食べるときは、この折りたたみテーブルを一旦出して、ここの収納ですね。お水や食料などを入れる予定です。そして調理する場合はこのスライドレールを引きます。で、調理用の照明ここつけました。ここで調理します。レンジが必要な場合はこちらを使用し、でオーブントースターはここを押して出てきます。で、お湯を沸かすときはここのスライドですね。
まだまだ収納できます。冷たい飲み物や生物はこちらの冷蔵庫に入れる予定です。12リッターです。そして調理中出たゴミはここのゴミ箱ですね。ここに設置する予定です。そして着替えなどはここのリアベッドの下です。寝るときは延長マットを敷きます。そして歯磨きですね。また料理の排水など、こちらの排水ペットボトルですね。ここに入れます。かなり快適そうです。もうこれで早く車中旅行きたいです。あとはここの回転テーブルですね。一応木はもう用意してます。この下に金具を取り付けたらもうすぐに使用できます。一応こんな感じで付ける予定です。で、使わないときはこんな感じで端に置く予定です。こういう時なんかスマホとかパソコンとか置いとくのもいいですね。助手席の上もフラットにしてテーブル置けばかなり収納スペースは確保できます。そして最後にやりたいのはですね、ポータブルクーラー、ラクールあるんですけど、そちらをこの助手席の上ではなくてリアのここですね、宙吊りみたいな感じで設置しようかなと思ってます。ここに台をかけれますんで、何か工夫してここにラクールを置きたいと思います。そうすればですね、この配線をバックドアの隙間から通してリアのサイクルキャリアなどに室外機を置いとけば、もうセッティングせずにクーラー使えるんじゃないかなと思います。これがラクールで、こっち側が室内機で、こっち側が室外機です。で、こんな感じの線でつながっています。で、ドアを閉めてもこの間通れば問題なく使用できるようです。こんな感じでドアの間を通すように細い線になっています。バックドアは問題なく通せるようです。このサイドや助手席などは一度通してみましたが、うまく挟まりませんでした。で、リアのサイクルキャリアも用意しておきました。ここに室外機乗せれないかなと思います。この辺は一枚板のニスなど塗ってから早めに DIY チャレンジしたいです。そしてソーラーパネルなんですけど、先ほど届きました。なんと 445W の超大容量のソーラーパネルで結構コンパクトになっています。で、最近のソーラーパネルはフレキシブルタイプのように軽量な合成タイプのソーラーパネルも出ていました。ちょっと自分知らなかったんですけど、かなり進化してますね。これがソーラーパネルです。合成タイプは発電量多かったり、車内への日光を遮断してくれたり、メリットが多いんですけど、重いのがデメリットだったんですよね。でもこのソーラーパネル、なんと重量9キロくらいです。フレキシブルタイプぐらい軽量なんで、本当に合成タイプとフレキシブルタイプのいいとこ取りという感じです。この車でオフグリッド車中旅、夏の島巡りなど楽しそうです。もう本当早く行きたいです。では次で DIY 動画最後になるかもしれません。ソーラーパネルとクーラー設置の動画ですね。こちらも配信しますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。